I'm all kinds of bad when I drop on the beat. Taking down my hair, got your eyes on me. 皆さんこんにちは。今日は試合のアップ前にやっている胴体から手足の先まで体をつなげるルーティンを紹介します。イメージは関節が点だとしたら点と点をつなげるイメージでやってます。このつなげた先には怪我予防だったり試合のパフォーマンスのサポートをできると思って、やってます。最初はストレッチで、アップ前の到着時間によって多少省いたりして、やってます。で今このコロコロしてるアイテムはストレッチポールといって、結構おすすめかなと思います。最初に胴体からほぐしていって、大きい筋肉から小さい筋肉の順番で、いつもやってます。キーパー結構手も使うことが多いので脇下の筋肉をほぐしてあげると腕が上がりやすかったりしてるので、ちょっとここは痛いけど頑張ってコロコロして両方もねやって、結構なでしこジャパンもこのストレッチポールをほぐしている選手も多いんですけど、限られたポールを選手が取り合いしてますね。腸腰筋のストレッチはロングボールだったりでよく、ゴールキックとかで使うと思うので、そこが柔らかいほど遠心力というかフリー幅が広がるので、そこストレッチしてあげるとロングボールも蹴りやすいかなと思って、そこもやって、そのまま、足を回して、股関節のキーパーが大事なので、そこがちょっと硬いと、もうちょっとストレッチが必要かなと。そのままそうね、太ももからふくらはぎに向かって、外側を自分は結構よく使うので、外側を中心にほぐしています。ふくらはぎは、ほぐしてあげると、足首のトラブルだったり、ジャンプ動作はやっぱキーパーが多いので負担は絶対かかってるので、試合前練習前にほぐしてあげると怪我予防にはつながるかなと思います。このまま、肩甲骨の柔軟性というか、キーパーひねり動作が多いのでひねった状態でさらに、伸ばしてあげるといいかなと。肘を反対に持っていくイメージでやってます。これ結構きついけど、これも、上半身をひねりながら、手を反対の方に持っていく。90度以上いけばいいかなっていうか、180度いったらもう優秀ですね。めちゃくちゃ柔らかいかなって思います。次はトレーニングの方ですね。ストレッチが終わって、お腹に刺激を入れたり筋肉に刺激を入れる形で、やってます。
皆さんもぜひ一緒にやってみてください。これは背中と地面を全部くっつけてあげることを意識してやってますね。腰を反らないように最初キープして、そこからクロスをしています。そのまま背中、腰あたりをすべてつける状態でひねりながら、次は結構、また同じ状態で、背中を反らずに腹筋に力を入れつつ走ってるようなイメージですかね。次は片足ずつやってますね。その時の反対の手と足はずっと浮かしたままでキープですね。キープしながら反対方向もやっていきます。次は、横の腹筋ですかね。キーパーだとダイビングした時の腹筋が抜けないようにというか、横の筋肉に刺激を入れてあげるとキープできるようなイメージがあって、この時イメージしているのが三日月ですかね。三日月ぐらいひねってというか持ち上げてあげたらいいかなと。ストレッチポールがなくても普通に地面でもできると思います。これを使った方がスライドしやすいので使ってます。次は、キープですね。体幹のキープで時間があれば片足を浮かしたりしてますね。片足だったり右足上げた場合左手を、上げるとか、いろんなキープの仕方があります。次はどっちかというと背中ですかね。背中を意識しつつ手と足が一直線になるようにイメージしてキープしています。これも同じく反対もキープして、一番はもうぶれないことが一番ですよね。ここでフラフラしちゃうと体幹が弱いと思うので、これが簡単な人は足を膝とつま先で今支えてるやつを膝だけでやってみてください。次は仰向けになって、腹筋ですね。気持ち上の方ですかね。下の方っていうか上の方に刺激を入れてます。結構腹筋は多いですね。ちょっと山下選手も疲れちゃってね、レスト多めなんですけど、全然余裕の方はレストなしでやってみてください。
そのまま、どちらかというと腹筋の下側に刺激を入れるっていう。この時も、腰を反らないように意識しています。ちょっとこれはしんどいですよね。個人的にはキーパーなんで、やっぱ上半身胸筋気持ち刺激を入れたいなっていう人なので、腕立てをしています。難しい方は膝を立ててやってみてください。手を短くというか、手を縮めた方、広げた方が楽なんですけど、縮めた方がしんどいですね。でこれは突き指予防というか、やっぱり最後の指先で弾くために、やっぱその指先の強度も必要かなと思うので、キープしてやってますね。サッカーをしてない方でも、これは畳1畳のスペースでできる筋トレというかトレーニングなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、次はチューブトレーニングですね。4色チューブがあったと思うんですけど、色によってチューブの強さが違うので、そこは使い分けてください。最初は足首ですね。フィールドゴールキーパーだけではなくて、フィールドプレーヤーも、足首捻挫だったりの怪我が多いと思うので、プラスそこの強度と、キーパーって結構地面を噛まなきゃいけない、強く蹴るときにやっぱこの足首って大事になってくるかなと思うので、そこですね。そこを内側と外側両足やってますね。多分見やすいように角度を変えて撮影しています。結構ね、足首もうゆるゆるというか、ボロボロの選手はいつもこれをやってるイメージはありますね。チューブは結構比較的安い値段、ステッチポールよりも安い値段だと思うので、ゲットしやすいかなと思います。次は、膝にチューブを巻いてお尻ですね。個人的に腹筋より腹筋の次に大事な筋肉お尻だと思っているので、横ですね、開いてあげてお尻全体、次は、そのまま後ろに持ってってお尻の後ろの方やってます。この時も腰を反らないようには意識してますね。次は、膝を90度に曲げて、またこれもお尻で、これは結構外側のお尻に刺激を入れてて、この3つはもう基本的にいつもやってますね、練習前でも。次は立って
ちょっと顔が入ってないですけど継続してます。そのまま、お尻の外側ですかね、軸足をキープしつつぶれないようにやってます。名前はね分かんないんですけどね、全ての名前を。カメラをベスポジ探して、次は腸腰筋かな。これはイメージとしたら、ハイボールの時の膝の引き上げっていうのは大事なのと、あとダッシュでも使うと思う筋肉だと思うので、その時は結構姿勢というか丸まらないように意識してます。次は戻ってきてハムかな。ハムで刺激を入れてもも裏を刺激してあげて、もも裏も結構大きい筋肉なんでね、入れてあげた方がいいかなと思います。次はこれ最近ハマってて取り入れてるんですけど、キープというか、これはお尻なのかな。お尻と股関節の動き、刺激というか上下にした後に、ずっと浮かしながらかかとをもう一個のかかとの方にタッチするようにしています。これ地味にきついですよね。数回、上に持ち上げてあげて、そのままキープしつつ膝と足が地面につかないように、かかとタッチ。結構これはいいかなと思ってます。続いて、キーパーなんですけど、なので、肘の怪我というか、シュートブロックの時に、肘が持ってかれる、腕が持ってかれて肘を怪我したことがあるんですけど、この肘ですかね、肘に対しての刺激、の時は姿勢ですかね、姿勢を意識してますね。丸まんないだったり、本当に肘だけで持っていくチューブを。次は肩背中かな。肩背中でキープしつつ肘で持っていく外側に、いろんな肘って結構いろんな方向に行くので、これもフィールドの選手でも競り合ったりとかだったり使えるかなと思ってます。この後は、チューブを上にかけて、角度を変えるというか、腕の裏刺激入れつつ、そのまま背中肩かな。
次がこれキーパー結構大事かなと思ってて、指先の突き指予防というか負けないようにするためにやっぱこう腕一本でもボールの軌道を変えることってすごい大事だと思うので、そこと手首もシュートで持ってかれて怪我したことがあるんですけど、簡単な刺激を入れてあげてます。試合前だったり、休みの日でもいいので、こうストレッチして練習する、ストレッチして試合するっていうよりかは、何かこうパフォーマンスをサポートするために、怪我をしないだったりいい準備をしてあげることが、大事かなと思うので、一緒にやってみてください。ありがとうございました。今からマグロのカルパッチョ作ります。もうカルパッチョのタレは作りました。オリーブオイルを大さじ 1.5 から2、醤油小さじ1とわさびを適量で混ぜたのがこれです。で、玉ねぎを切ります。これ一回全部剥いちゃうよ。ちょっとでいいから。汚いのそれ。結構もう一個さ、もう一個向いてる。4分の1ぐらい。見ちゃう。この茶色いのって合ってる？いや、いつもにさ、そんな取ります。いいんじゃない？いいんじゃない？簡単じゃん。それ何切りよ。はい、こちら和装さんっていうね、オンラインで通販でゲットしたマグロの切り身です。タレ少ないかな。タレ少ないかな。盛り付けむずい。
こうん、なんかみじん切りっぽい。わかんない。どう？いいよ、もう山が思うように言うとうむずい。大丈夫。これでタレ味見するもん。ちょっといや、大丈夫。マジ全然味見してみ。してみな。こうやってこのスプーンであれするよ。どう？うん、しょっぱい。しょっぱい場合は大丈夫じゃない？だってかけるから。かけます。足んないかな。カルパッチョ完成。タレって美味しい方がいい？多い方がいい？いや、いいと思う。いい？うん。じゃあ味見します。たまに辛そう。うん、いいのかな？いいじゃん。食べて。玉ねぎは強い。だろうね。味する？足りる？終了。